どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、ソニーの FX3 と FX30 の撮影設定とか撮影のカスタマイズを全てね、皆さんに完全保存版でお届けしていきたいなというふうに思っております。ってことで今回はこのソニーさんのね、FX3 とか、これは今 FX30 があって、今実際に FX3 で撮っているんですけど、この FX と呼ばれる、ソニーのシネマラインカメラ FX330 の、撮影のセッティングであったりとか、この各メニューとか物理ボタンにどのような機能を割り当てていけばいいのかとか、撮影時に役に立つ機能の紹介であったりとか、もう国内で一番網羅をした状態で皆さんにね、これをね、しっかりと解説していこうかなというふうに思っております。僕ね、この FX30 の登場の時とかにね、発表のタイミングでソニーさんとね、タイアップ動画の制作もさせていただいたりとか、普段からね、お世話になっているメーカーさんではあるんですけど、今回ね、特にタイアップ動画というわけではなくて、僕がちょっと勝手にね、皆さんの持っている FX3 とか FX30 っていうのがより活躍できるように、実際にね、FX3 とか30を買った報告っていうのをすごい僕いただくんですよ。DM とかでも、コメントとかでも、アキラさんの影響で FX3 買いました、FX30 買いましたっていう方がすごく多いので、どうせ買ったんやったら、より使いこなそうじゃないかっていうのが、結構ね、僕は皆さんにもね、ぜひトライしていただきたいところになるので、皆さんがお持ちの FX3 や30をよりね、こう引き出す、よりね、もっともっと撮影をね、手助けさせるためのね、ものとか、便利な機能っていうものを全てね、ご紹介していこうかなというふうに思いますので、ぜひですね、この動画はね、何度でも見返せるようにいいねで保存しておいていただければなというふうに思います。で、今回のこの動画は、FX がね、メインにはなるんですけれども、こういったね、ソニーの α7 シリーズ、これだったら7-4とかになるんですけど、そういったものでも結構通ずる部分が多かったりとか、割とね、同じような設定ができるカメラがほとんどなので、ソニー製品のね、カメラを持っている方はね、絶対に役に立てると思いますので、ぜひね、自分がお持ちのカメラでね、一緒にね、セッティングしていけたらなというふうに思います。というわけで皆さん、早速やっていきましょう。はい、それではですね、今ここにね、FX3 をセッティングしましたので、これをね、元に解説していきたいなというふうに思います。モードボタンを押すことによって、各撮影モードを選択できるような内容になっております。で、僕は普段メインは動画で撮るので、この動画撮影用のモードを使っていますと。で、もしくは写真を撮るなら写真のマニュアルなのか、S、シャッタースピード優先なのか、絞り優先、プログラムオートなのか、あるいはもうお任せ、完全お任せモードにすると、このようにお任せの写真をね、撮れるようになっています。もう何もいじらずに勝手にね、やってくれると。これが完全お任せモードですね。で、PASM とあるんですが、このプログラムオートであれば、絞りとシャッタースピードはカメラ任せ。で、その他は自分好みで設定ができますと。で、絞り優先は F 値ですね。被写体のこう前後のピントとかね、そういったものを自分で調節したい場合は、F 値を設定することができる絞り優先がおすすめだし、なのでこれだったら、シャッタースピードとかは自動的に合わせてくれると。なので僕は結構写真を撮るときとかはこれでやっています。で、逆にシャッタースピードを優先することも、場合によってはありますと。シャッタースピードを優先して F 値を、自動的に ISO 感度とかも変えてあげることによって、例えば動きが速いものとかを撮るときはシャッタースピードを早めに設定してあげるとか、逆にブラッシャー撮影をするとか、そういったことができるモードになっていますね。で、次このマニュアル露出っていうのはもう基本的には全て自動で設定をして行うといったものなので、ISO、シャッタースピード、F 値などと全てをこう自分で設定して自分好みで、撮っていくといったようなものがここになってきますと。で、次動画、そしてスロー&クイックっていうものもありまして、これはスローモーションとか逆にクイックモーション、早送りとかね、タイムラプスのようなものとかはこっちで設定する方がすごくやりやすいです。これも後ほど解説をしますと。そして MR1、MR2、MR3 といろいろとあるんですけれども、これは自分でカスタム設定したものをここに登録できると。なので3パターン登録することができるようなものになっています。で、これの登録の仕方であったりとか、どういったものをどのように持ってくればいいのか、そういったものは後で後ほどね、解説をしたいと思います。まずはこのね、モードボタンからいろんなことをね、設定できると、そういったところをまずは理解しておいていただければなというふうに思います。ということで、まずはね、FX カメラなので、動画で使う方がね、かなり多いと思いますので、まずは動画モードに設定をしていきましょう。はい、というわけで、まずはですね、このメニューボタンを押してください。で、このメニュー画面の見方としてはですね、この縦軸で大まかな項目の振り分けになります。で、横に入っていくと、この番号によってそれぞれ細かく見ていくことができます。なので、縦軸の星がマイメニュー。で、このメインがメインのメニューたち。で、撮影メニュー、露出メニュー、フォーカス、再生、ネットワーク、
セットアップの縦軸になっています。で、その中でも4番の撮影モード、露出制御方式、こちらに行ってください。で、ここで基本的に最初は多分上のね、PASM モードになってると思うんですけど、僕は基本的にフレキシブル露出でやってるんですね。で、まずね、この PASM モードから見ていきたいんですが、この場合ですと、このね、メニューのメイン1、メイン2のここのページで動画に関する必要なね、設定を行うことができるんですが、さっきの PASM モードの場合だと、かなりですね、オートでいろいろとすることができるようになるんですね。というのも、ここのメインの2のページのここですね、露出モードというものをさっきのね、フレキシブルではなければ、ここがいろいろといじれるようになっていますと。なので、動画撮影時であったとしても、プログラムオートなのか、絞り優先なのか、シャッタースピード優先なのか、もうマニュアルでいくのかといったことを選べるようになっています。なので、例えば絞り優先にしたときですね、こういったときに、例えばですけど、このように F 値を変動させていくと、このシャッタースピードが変わっていってるんですね。明るくなればシャッタースピードが速くなるし、暗くなればシャッタースピードが遅くなっていくと。でも露出はそのままといったところで、自動的にですね、調節してくれます。なので、もし皆さんが F 値を変えずにもう撮りたいという方は絞り優先がいいし、逆にもう全部お任せしたいよという方はプログラムオートがいいし、逆にシャッタースピードを自分で調節したいよっていう方は、このね、シャッタースピードを優先にしてあげてください。今回はちょっとマニュアル露出でね、いろいろとね、せっかくなので調節していきたいなというふうに思います。で、もう基本的にマニュアルのままに行くという方は、ここの露出制御方式をフレキシブルにしてあげるといいかなというふうに思います。で、これをしてあげることによってですね、FX3 上面のボタン、ここに見ていただきたいんですけど、1、2、3と番号が振り分けられていると思います。ここの1番だとアイリス、2番はホワイトバランス、3番は ISO とあるんですが、例えばここの1番を押してみてください。長押しをすると、このようにですね、オートになります。なので、シャッタースピードが速くなっていくと、F 値がね、勝手に変わっていくんですね。で、逆にですね、ここの ISO3 番ですね、これも長押しをしてあげます。そうすると、ISO の値も自動で変わっていくようになります。なので、シャッターが明るくなっていったりとか、暗くなっていったりすると、自動的に ISO も上がっていくといった仕様ですね。で、逆にシャッタースピード、ここに実はございます。このダイヤルの下のボタンですね。これを長押ししてあげると、このようにもうすべてがこれによって、連動した状態で、変えていくことができるんですね。なので、例えばこの状態で ISO ですね、を自分で決めてあげたいってなれば、ここの1番を長押ししてあげて、で、例えばね、ここのダイヤルから変えてあげれば F1.8 のまま露出を勝手にね、カメラが決めてくれるといったことができるようになっているんですね。っていうのがフレキシブル露出モードといったところですごく使いやすいので、僕はこっちの方がいいかなと思いますし、これは FX ならではのね、使いやすさなので、結構僕はこれをお勧めしたいですね。ちなみにですね、ここの F 値について少しね、理解度を深めておきたいなというふうに思うのですが、この F 値というものが変動するとですね、F 値というのは値が低くなればなるほど明るくなります。そしてボケの量も多くなるんですね。で、この値が大きくなっていくと、ボケの量も減って暗くなっていくといったところになってきますと。ここの ISO ですね。ここの ISO 感度というのも同様で、値が低くなればなるほど暗くなっていきますと。で、ここの値が高くなれば明るくなっていくと。ただその分 ISO っていうのは明るくなるとノイズが増えてしまうといったようなデメリットがございます。逆にここのシャッタースピードですね。ここで調節可能なんですけど、これが速くなればなるほど、この、数字が大きくなると速いです。この状態だと暗くなるし、逆にね、明るくなっていくとシャッターを切る速さが遅くなるので、その分ね、開いた状態が長くなるので、光をより多く取り込んでくれます。なので、シャッタースピードっていうのが遅くなれば光は多くなります。ただ、よりね、ブレやすくもなるといった特徴が出てきますね。っていう感じで、各それぞれ項目がね、そのような役割を持っております。それではここからはですね、さらにですね、ここの中のメインのメニューをね、一つずつ皆さんにご紹介していけたらというふうに思うんですけれども、まずはですね、ここの記録フレームレートと呼ばれるものがございます。で、ここら辺に関してはですね、よかったらぜひこの動画を見てみてください。このフレームレートであったりとか、画質設定とか、ソニーのカメラのよりね、詳しく動画撮影設定とかどのようにしていけばいいのかっていうのは、ぜひよかったらですね、この動画を見ていっていただければなというふうに思います。こちらの方がより詳しくはね、解説をしておりますと。でですね、ここの一番最初に記録フレームレートとあるんですが、これはですね、1秒間に何枚の画像にするかというような形になっています。
これは 23.98、24枚というふうに記録することができたり、60フレームであれば60枚、1秒間に120であれば120枚と緩めていくことができますと。なので、よりですね、スローモーションにしたい方とか、よりね、ぬるぬるとさせたい方は、ここのフレームレートっていうのが大きくなればなるほど、よりね、枚数が多くなると。なので自分の必要な用途に合わせてあげればいいかなというふうに思います。で、ここの記録方式ですね。ここも変われば、ちょっとここら辺も変わってくるのですが、このように30フレームとかもあったりしますので、これはどういうふうな違いがあるかというと、例えば映画とかのシネマであれば、ここがね、24で使われることが多いです。で、30フレームであればテレビとか放送で使われるし、60だとスローモーションとか、あるいはスポーツ系のね、ライブ配信とか、中継とかは60枚でね、配信されていたりしますね。あと120っていうのはもう完全スローモーションで使われるといったようなものになってきます。僕はですね、YouTube 撮影とかはほぼ全て24フレームで撮っていくことが多いですね。でですね、ここの記録方式というのもたくさんいろいろとあるんですけれども、これもですね、同じくね、その動画で解説しているので、よかったらこちら見てほしいんですけれども、よりめちゃめちゃ綺麗に撮りたいという方は、この I というものを選んでください。この SI というのはオールイントラと呼ばれる形式になるので、フレーム1コマ1コマに圧縮をかけて行うというような形になっています。すごく難しいと思うんですけど、より一番情報量が多く、一番綺麗にしたい方はこの I と呼ばれるものを選んでください。で、HD なのか 4K なのかを選んであげます。で、他の S と HS に関しては、よりね、こうファイルサイズを下げた状態で撮影することができたりとか、この HS に関しては H265 と呼ばれるフォーマットになるので、よりですね、こう綺麗なんだけど、ファイルサイズを抑えた状態で撮ることができます。なので僕は基本的に HS で撮ることが多いですね。次こちら、記録設定の方なんですけど、これはもうビットレートと呼ばれるものになっています。単純に下から上にかけて上がれば上がるほど情報量が多く、色の情報量とか繊細さっていうのはすごくね、多くなっていくので、綺麗になっていくので、より高画質に抑えたい方はここをね、最大にしてあげてください。画質を優先するのか、ファイルサイズを優先するのか、それによってここら辺はね、決めていってあげたらいいかなというふうに思います。はい。で、次がですね、ここのログ撮影設定と呼ばれる項目ですね。動画撮影に関しては、ログ撮影というね、ものができるようになっています。これを入りにしてあげるとですね、フレキシブル ISO、シネ EI、シネ EI クイックなどとね、この3つから選ぶことができるんですが、このログ撮影をするには、この3つのどれかを選ぶ必要がありますと。で、そもそもログ撮影って何なのかっていうところになってくるんですけど、ログ撮影というのは、このような状態の映像になっています。もともとちょっと色が淡い状態で撮影をしておくことによって、このように色表現を豊かにすることができるんですね。で、色の編集を豊かにするだけではなくて、普通の状態、スタンダードの状態で撮るよりも、ハイライトやシャドウ部分がより情報量が多く残っていくので、白飛びとか黒つぶれとかがしにくい状態で撮影をすることができると。そんなような内容になっています。なので、ログ撮影をしておくことによって、より後処理を豊かにすることができる。よりね、画質っていうものをより綺麗に構成細にしていくことができるというようなものになってくるといったところになってきます。で、その中でもこの FX のカメラに関してはこの3つから選べるようになっています。このフレキシブル ISO、これが一番スタンダードな、他のソニーのカメラでもあるものになるんですけど、これは ISO の感度を、このように自由自在に選んでいくことができるんですね。っていうのがフレキシブル ISO のものになっておりますと。で、これが一方ですね、このログ撮影がシネ EI とかになってくるとですね、これ少し難しいんですが、ここのベース ISO っていうものがありまして、これが800か12800しか選べなくなっちゃうんですね。で、この FX シリーズの醍醐味であるのがここの部分になってくるんですけれども、ベース感度というものが2つございます。で、FX3 は800と12800。で、FX30 に関しては800と2500といったところになってきます。この ISO の値で撮ることによって、最もダイナミックレンジが広くて、最もノイズを抑えた撮影ができる、そんなベースの感度という風になっているんですね。なので、より高画質、よりね、失敗をしたくないっていうような方は、このベース ISO で撮ってあげるっていうのがすごく大事になってくるし、これがね、すごく便利な機能でもあるのです。ただですね、ちょっと難しいですよね、ぶっちゃけね。なので、あんまり慣れてない方、初めてログ撮影をする方は、僕はフレキシブル ISO でいいと思います。これであれば、いろんなね、ISO の感度で選ぶことができますし、一応ね、ここの ISO 感度のところに、
上下にバーがついてるね、ISO っていうのがあるんですけど、これは拡張 ISO と呼ばれるものになっていて、本来の ISO の感度よりは、ちょっとね、情報量やっぱ少ないんですよ。ただ、このね、160まで下げることができるので、ISO はね、本来ログとかで取ると ISO 感度っていうのは上がっちゃうんですけれども、でも拡張 ISO を使うことによって下げた状態、あるいは逆にこう上げた状態でも拡張 ISO を使ってここからね、上げていくとすごく明るくね、取ることができるといった形になるので、画質はね、ちょっとね、悪くはなる可能性があるんだけど、こんな感じで撮ることができるといったことになっています。僕も映像作品じゃなければ全然ね、フレキシブル ISO で撮ることも多いので、ここぞという時にね、シネ EI を使ってあげるのがいいのかなというふうに思います。で、シネ EI、そしてシネ EI クイックというものがあるんですけれども、このクイックというものはですね、露出とかそのね、環境に合わせて、このベース ISO っていうものをもう自動的に切り替えてあげると、そういったモードがクイックになっています。なので、必要であれば12800まで上げるし、必要なければ800の状態で撮るということができるので、ISO をどっちかを選ぶのがもうしんどいよっていう方はクイックがおすすめ。で、さらにですね、このシネ EI にしてあげた状態で、このね、メインの中からベースがね、例えば800とするじゃないですか。で、今800なんだけど、この EI 値が800っていうのが ISO800 とほぼ同等だと思っていただければいいんですが、例えばこれが ISO がかなり明るくて、シャッタースピードもね、ちょっとこう上がっているといったときに、ISO800 でもすごく明るくなってるシーンがありますよね。こういった際にですね、この EI 値というものを上げたりとか、あるいは下げてあげるっていうことができるようになっています。こんな感じで。で、これは実際にはですね、ISO800 で撮っているんですけど、今見ているプレビュー画面っていうのは 200EI であれば ISO200 ぐらいの明るさでプレビューをさせてくれるといった形になっているんですね。なのでですね、ベース ISO が例えば12800だったらより明るくなってしまいます。はい。で、そしてこれをね、例えばレックしてあげると、このように見た時にも、このね、EI 値っていうのがプレビューでもなっているので、露出はね、そのままの状態になっていますと。ただ、これをね、素材として読み込んだ時に、このね、12800の状態で取れているといった形になります。こういうね、やり方があって、800か12800で一番取るのがすごく綺麗に取れるんだけど、絶対的にね、それにドンピシャでね、ハマる条件下ではないっていうこともやっぱあったりするんですね。なので、そういった時に、この EI 値っていうものを設定してあげて、こんな感じで設定してあげて、実際に撮れてるのはもっと明るいから、あとは編集時にこの明るさを下げていこうというような形になっているっていうのがシネ EI です。こんな感じでですね、すごく難しいので、そこまでね、もうちょっといいわっていう方はフレキシブル ISO にしてあげたらいいと思います。ただね、このシネ EI で撮ることによって、いろんなね、こう照明環境下でね、対応ができたりとか、あとはね、本当にこう最高品質のね、こう、ルックとか、色を求めてね、情報量を求めて撮るときにすごく役立つ機能だということを頭のどこかに入れておいていただければなというふうに思います。はい。で、次がこの色域に関してなんですけれども、このログ撮影をするときにどっちのね、カラースペースでいくかっていうものをね、選ぶことができたりしますね。で、単純に色の情報の多さっていうところで言うと、SGAMAT3 と SLOG3 というところの方が情報量っていうのは多くなります。で、一方で SGAMAT3.Cine SLOG3 の方が色の情報量は下に比べたら多くはないんだけど、でも、ちょっとね、映画っぽいというか、シネマライクなルックになっているということもあるので、僕はね、結構こっちで撮っています。実際に使った感じ、どっちの方がね、全然違うっていう体感は僕的にはあんまりないんで、結構ね、ルックを重視する方は.Cineがね、いいかなというふうに思いますね。はい。っていうのがログ撮影になっておりますと。で、そもそもですね、このログ撮影を設定した時にですね、もしかしたら皆さんですね、このラットっていうものがね、適用されていないかもしれません。なので、このようにすごく色が淡い状態に、ね、なっていたんじゃないかなというふうに思うんですけど、この際にラットをね、表示っていうものがね、選べます。これを入りにしてあげると、デフォルトのね、REC709 のラットをちょっとね、プレビューさせていくことができるんですよね。これね、ログ撮影で撮れてはいるんですよ。実際に撮ったものっていうのはすごく薄いんですけど、カメラで見てるところはラット当てた状態になるので、実際に撮れてるのはログの薄い状態なんだけど、これでプレビューさせることができるといった形になっているので、これすごくおすすめなので、使ってあげてください。で、その上のラット選択ですね。これを使ってあげることによって、これだったら SLOG3。
で、これ S709 ですね。で、自分のユーザーラットっていうものを入れることができます。はい。これ実際にね、僕も発売しているね、ラットとかをね、使ったりすることができるんですけど、あるいはソニー公式からね、カラーオブシネマというね、サイトから、僕のね、ラットとかも無料でダウンロードすることができるので、よかったらね、見てもらいたいんですけれども、このようにいろんなね、こう、クリエイターが作ったラットとか、編集でよく使うラットっていうものをここでね、登録することができたりするんですね。なので、こういう風に、もう実際のプレビューの時点で、いろんなね、色にして、撮影をすることができるといった感じになっています。で、このオンオフをここで行うといった形ですね。で、次、記録メディアですね、ここ。ここのね、FX3 には、30にはここの、記録のカードが、CF エクスプレスのタイプ A が2枚と SD カードが2枚両方ともね入るようになっていますね。でこれをスロット1にするかスロット2にするかなどで、あるいは同時に両方とも記録するかなどと選ぶことができます。なのでこれはちょうどいいものを選んでください。で次これファイル設定ですね。ファイル設定はねぶっちゃけ絶対変えた方がいいと思います。僕はねこんな感じの感じにしておりまして、基本的に僕はね連番は設定していてカメラ ID プラスリールにしております。これがね標準だったらここはね、C1234 とかになってくるんですけど、これだとですね結構やっぱ被っちゃうんですよね。他のソニーのカメラで撮ってもここの C1234 とかが被っちゃう場合が多いので、タイトルとかもね結構被っちゃうので、僕はねもうカメラ ID とリールにしていますね。で、カメラ ID とかもね、ABCDEF とかいろいろと選べますので、A カメ、B カメなどと決めてあげたらいいし、リール番号とかもね、いろいろ決めれるし、カメラの位置とかもね、いろいろ決めれますので、ファイル設定はね、できれば絶対にね、被らないようにしておいた方がいいです。これをしておかないと、こう、素材のね、リンクとか編集時に結構困ってきちゃうので、この辺はね、しっかりと設定してあげてほしいなというふうに思います。で、あとはですね、ちょっといろいろとあるんですけど、これはね、他のページから設定できますので、そこから見ていきたいなというふうに思います。でですね、基本的にですね、ここから上にスワイプしてあげると、こんな感じでファンクションメニューできたりとか、ここのね、ファンクションボタンからもね、アクセスすることができるんですけど、サクッとね、例えばフォーカスとか手ブレ補正とかを変えたい場合は、ここからね、調節してあげたらいいかなというふうに思います。まずはですね、ここのね、ファンクションから見ていきたいんですけど、このオートフォーカスですね、このフォーカスモードマニュアルか、コンティニュアス AF かとかあったりするんですけど、このマニュアルであれば、ここのね、レンズのリングを回してあげれば、マニュアルでフォーカスをね、合わすことができるという風になっていますね。で、これがコンティニュアス AF であれば、実際にね、何か被写体があればそこに自動的に合うというのがコンティニュアス AF ですと。で、フォーカスエリアですね。ワイドなのか、ゾーンなのか、中央固定なのか、ワイドなのか、スポットなのか拡張スポットなのかあったりするんですけど、これに関してめちゃめちゃちゃんと解説してるこの動画があるので、よかったらこっち見てみてください。簡単に言うとワイドだったらワイドで検出するし、ゾーンだったらゾーンのね、このエリアの中から検出するし、ここのジョイスティックでね、そのゾーンを決めることができますと。で、中央固定であれば、中央のものに対してフォーカスを合わせるといったこともできるし、スポットのね、もので、ここの部分のね、フォーカスを合わせてくださいとか、やっぱりこっちにしてくださいとか、そういったことを選べるという風になっていますと。で、フレームレートもここでいじれるし、あとはね、この顔の被写体に検出 AF とかもここで僕は割り当てておりますと。あとはね、この手ブレ補正とかもオフだったらオフだし、スタンダード、アクティブと。で、アクティブは 1.1 倍ぐらいクロップが入っちゃうんですけど、よりね、手ブレ補正が強力になるといった形になっております。このような形でファンクションメニューからもいろいろとね、操作をすることができます。で、このファンクションメニューのここの中の項目っていうのは、自分でカスタマイズさせることができるんですね。もともと入っているものでも結構優秀ではあるんですけれども、自分なりにね、カスタムしてよりね、使うようなものを割り当てておくとすごくね、便利ではあるかなというふうに思います。というわけで、ここからはね、ちょっとこの外側のね、この物理ボタンにもね、ついて紹介しておこうかなというふうに思うんですけれども、まず、ここのね、上に一番上のね、レックボタンがありますね。これを押すことによってレックができると。で、タリーランプっていうものが背面で、手前にもね、一灯ついてるはずですと。この3つがついているので、いろんな角度からレックが回っていることがわかりますと。で、ここにズームレバーがあるんですよね。はい。これをね、押してあげることによって、こんな感じで電動のね、ズームを行うことができます。これが今オンになっていない方はね、もしかしたらならないかもしれないんですけど、これはズームレンズじゃなくても、ズームがね、できるようになるズームレバーですね。で、これで電動ズームを使っていろんなね、こう、ワークを切ることができたりしますので、これがね、FX のね、良さではあったりしますね。で、次、ここの背面の、ここのダイヤルがあって、ここにもダイヤルが一つあって、ここでいじれますよね。で、あとは人差し指のここにもね、ダイヤルがありますと。で、あとはここのジョイスティックでね、フォーカスエリアとかいったものを
変更することができたりしますね。あとはファンクションボタンであったりとか、再生のプレビューとかはここでできるし、これがいらんなと思ったらここのゴミ箱ボタンを押して、これを消してあげると。こんな削除ができたりしますと。基本的にここの5番とここですね。はい。と、あとここの4番。ここの3つですね。ここは結構自由にね、割り当てておけばいいと思いますので、これもね、後でおすすめを紹介したいなというふうに思います。はい。というわけで、基本的にね、最低限必要なことについてはね、理解ができたかなというふうに思いますので、ここからはこのメニューの中からね、一個一個ちゃんと見ていって、皆さんにご紹介していきたいと思います。結構ですね、そんな便利な機能あったんだっていうものがね、割といっぱいあったりしますので、ぜひですね、ここからね、役に立つことが多いかと思いますので、じっくりとね、見ていっていただければなというふうに思います。じゃあ、まずはそしたらこのね、撮影メニューのね、はい、1から11まで見ていきたいなというふうに思うんですけど、この記録方式と動画設定に関してはもうやりましたね。で、次、このスロー&クイック設定になるんですけど、このね、モードからスロー&クイックで、いろいろとね、変更することができるんですけど、で、一応こっちの方がね、見やすいので、こっちで見るんですけど、最終的に出てくる映像は24フレームだとしたときに、このフレームレートが120だったとすると、5倍のスローの映像が出てきます。例えば、こんな感じで撮るじゃないですか。で、僕の今、指が行きましたけど、手が行きましたけど、これを見るとですね、はい、こんな感じで5倍のスローモーションの映像、これが24フレームの映像が作れます。で、これは逆もしかりで、120からこっちに行けば行くほどより速い映像になるんですよ。なのでタイムラプスとか、そういった映像に向いていますね。なので実際に記録している映像が24フレームで使うのであれば24がおすすめで、その中でも何倍のフレームレートにするか、2.5 倍でいいのであれば60フレームがいいしとかになってくるので、スロー&クイックはね、すごくね、そういった使い方ができるっていうのがすごくいいですね。スロー&クイックにしておくことによって、映像のプレビュー、カメラでプレビューした状態からスローになっていると、そういったことが確認できるようになっています。ただですね、1個ね、注意しないといけないのがあって、スロー&クイックの場合ってここがオフになってるんですよね。はい、音が入りません。スロー&クイックっていうのは音声をね、記録することができませんので、もう完全に音を使わないときのみ使うことができます。なのでそういった風にね、ここだけ注意として覚えておいてほしいなというふうには思います。はい、ということで動画モードに戻ります。で、ログ撮影もしました。次、プロキシですね。で、このプロキシを収録しておくことによって、実際にね、例えばめちゃめちゃ綺麗な 4K の422 10ビットで超高画質で撮っておくと、すごく容量が大きくなって、編集が重たい場合があったりしますよね。まあ、ご自身のパソコンによって、パソコンのスペックによって重たい場合があったりするんですけど、そういった時はプロキシで、撮っておけば、プロキシも同時に収録することによって、ちょっとクローンのような、よりね、軽いサイズのね、同じようなファイルをね、作ることができるんですね。なので、これで撮っておくと、編集だけプロキシで行うことができたりとか、そういったことができるので、もしね、パソコンの負荷がね、すごくしんどいよっていう方は、プロキシのね、収録っていうのも、結構僕はありなんじゃないかなというふうには思います。はい、で続いてレンズ補正ですね。周辺光量補正とか、この辺に関してはオートでいいと思います。で、大事なのがブリージング補正なんですけど、ソニーのね、レンズというのは、ブリージングと呼ばれるね、現象というか、そういったものが起きやすくなっているのが多いんですけど、これがね、例えば霧になっているとですね、ピントのね、位置を変えたときに、はい、手前にピント合わせたとき、奥に合わせたときに、結構画角が動いていますよね。こんな感じ。これがね、ブリージングなんですよ。これをね、補正してあげる、この入りにしてあげると、はい、ピントを送ったとしても、はい、全然変わりません。っていうのがブリージング補正になります。なので動画っていうのは一連の動きを記録するので、このピントが変わった時に結構グワンっていうね、アクションが起きてしまうとちょっとね、変な感じしちゃうんですよね。なのでこれを入りにしておくことをお勧めしたいです。ただですね、これ入りにすると、今これ入りの状態なんですけど、これが切りになるとですね、ちょっと広くなったの分かりますかね。大体ね、1.1 倍ぐらい狭くなっちゃうんで、これはね、注意ポイントでもあるんですけど、ただね、ちょっとソニーのカメラ、本当にこれが多いので、できればね、これ入りにしておけるとすごくいいかなというふうには思います。で、続いてフォーマットですね。これは、自分が入れている SD カードを完全初期化するといったものになっています。はい、これを実行すると初期化できます。で、もしね、何かしらエラーが出る場合は、このね、ゴミ箱ボタンを押してあげて、フルフォーマット、物理フォーマットをしてあげると、よりね、解決したりするかなというふうに思います。これもどっか覚えておきましょう。で、記録メディア設定に関しては、写真は1、
動画は2にするよとか、そういったことも選ぶことができるし、両方1にするよとか、あとは両方ともね、同時に記録しますよとか選べたりしますので、もしね、写真と動画のSD カードを分けたいとかね、細かくある方はこういったものに使ってあげてください。で、そのね、画質とかも、写真の画質っていうものをいろいろとね、決めたりとか、もうここで一応できるようになっています。で、このメディア残量表示っていうのもね、あとどんくらい取れますよっていうのが見えたりするので、ここから確認することもできますと。で、ファイル自体に CR ナンバーの書き込みができたりとか、で、ファイル設定で先ほど伝えたファイル名をね、いじることもできますと。で、次4番、撮影モード、露出に関してなんですけど、この露出制御方式っていうのは、基本的にね、ここのね、物理ボタン使ってやる方は、フレキシブル露出がいいと思うんですけれども、でですね、この撮影設定登録というのがありまして、実際にね、今のこの撮影設定というものをカメラの中にね、保存しておくことができるんですよね。こんな感じで。で、この M1、M2 っていうのが、このメディアに対して保存していったりすることができるんですけど、逆にこれらをスロット1とか2から呼び出して、ここからね、登録していくこともできたりするんですよね。なので、実際に自分がね、この設定したよっていうものを違うね、カメラに対して渡すこともできたりするし、逆にね、もらって入れていくこともできたりと、結構便利なものにはなっております。で、実際にですね、僕がね、この設定したものを、この登録で、このね、位置に登録しておくと、ここのモードから、ここですね、はい、呼び出しで、この実際に今やっていたものにすぐにね、はい、登録をね、反映させることができるので、例えばね、YouTube だったらこの設定、このね、作品を作るときはこの設定、ライブ配信だったらこの設定みたいな形で、作ってね、それを登録させておくことができるので、これは結構便利なので、ぜひ使ってみてください。で、次が音声入力ですね。これで音声入力の入り切りとかが、できたりしますし、あとはね、この週のね、音声設定とかもできたりするんですね。このハンドルとか、FX シリーズにはね、ここの上にね、つけたりすることができるんですけど、それを使えば、ここをね、チャンネルの数をですね、2ちゃん、4ちゃんと選べたりとか、そのね、ビットレートも16ビットなのか24ビットなのかっていうものをね、変更することができたりしますので、よりですね、トラック数が多く、収録をさせるならここをいじってあげたりとか、よりね、こう音声の綺麗さをね、拡張してあげたりとかしたいときは、こっちでやっていけるといったところができたりします。僕の場合だったら4ちゃんに設定してあげて、1つは、ワイヤレスマイク、1つは、ガンマイク、で、もう1つはガンマイクみたいな感じで、合計ね、4チャンネルまでね、入れたりすることができるので、これは結構覚えておくと便利かなというふうに思います。で、続いてタイムコードですね。このタイムコードに関しては、複数カムのマルチカメラ収録とか、あとはオーディオとかをね、他で撮っておくときとかに、よりね、こう編集でガッチャンコさせるときとかに、使いやすいものになっています。編集のタイムライン上で同期させるときに使えたりしますので、使う方は使うといったところになってきます。で、次、ズーム系の設定になるんですけれども、ここもね、非常に重要なところになってきますと、光学ズームのみ、超解像デジタルとあったりするんですけど、高解像にするとですね、ここのレバーを回しても、できません。これはレンズがパワーズームに対応したものでしかできなくなるんですね。この光学っていうものが一番こう綺麗なズームというか劣化がなく、ズームのレンズのこう性能でできるといった形になるんですけど、この超解像というものを使えばできるだけ画質の劣化を抑えてズームをすることができるといった形になってきます。これをね使ってあげることによって、例えば今ついてるねレンズは単焦点レンズなんですけど、単焦点レンズでもなるべくね画質の劣化を抑えつつズームができると。しかもここのねレバーを使って電動ズームができると、そういった形になってきますね。でさらにこのデジタルズームにしてあげればもっといけます。ここまでの 1.5 のところまでが超解像のはずなんですけど、ここからですね、ここからはデジタルズームの領域になるので、デジタルズームのね領域に関しては画質の劣化もあるんですけど、でもね画面の中を切り取りながらズームをさせることができるといったものになってきますね。ズームレバーのスピードであったりとか、1段目、2段目とかの、間隔っていうものを早かったり遅かったり決めていくことができるんですよ。例えばこの1段目っていうものを遅くしてあげれば、こんな感じで、めちゃめちゃ遅くすることができたりします。で、これがね、2段目とかになれば早くしたりとか、基本的に1段階目の速さとこの2段階目の速さっていうのがあるので、この2つのこの2段階分の調整っていうのができるようになりますね。なので2段階目のこの調整も遅いにしてあげれば、めちゃめちゃいってもこれでマックスいってるけどこんだけしかいかないみたいな形で、結構細かくですね、決めることができます。結構ですね、カスタムでね、スピードとかもね、調節することができますので、自分のね、好みに合わせて設定してあげればいいかなというふうに思います。で、続いて撮影画面表示ですね。
はい、これもですね、結構いろんなことができるようになってるんですけど、これね、グリッドラインの表示とマーカーの表示っていうのがどっちかしかできないんですよね。なので、このグリッドを表示させてあげると、このように3分割のね、ラインが入ったりしますと。なので、これで中心が分かったりとか、こっちの半分、こっちの半分とかね、結構分かりやすく、構造を切りやすくなりますね。で、このね、対角とかをやってあげると、この中心に向かってのね、この表示線とかを出してあげたりすることができるので、よりね、こう構図とか、シンメトリーにね、撮影がしやすかったりと、こう1個のね、指標となるものができたりしますね。で、この記録中の強調表示っていうものが、霧になってるとレックを回しても、ここの赤枠っていうのがないんですよね。なので、これは絶対に入りにしておいて、この赤枠表示っていうものを行いましょう。で、僕はね、グリッドラインっていうのはあんまり使いません。このマーカー表示っていうものを使うことが多くて、例えばこのセンターマーカーとかであれば、今何もないんですけど、この入れてあげると、こういう風に、はい、バッテンで、ここがセンターですよっていうのが分かったりしますし、アスペクト非マーカーっていうものを使えば、霧にすると何もない状態なんですけど、例えばこれが9対16だったら縦とか、ここで9対16ですよとか、もちろんね、全部で取れてますよ。全部で取れてるんだけど、1対1だったらこの正方形がここですよのね、場所であったりとか、例えば映画のシネマとかだったら2.35対1とかね、それとここが映画のね、はい、画角ですよみたいな感じでやってくれるので、もちろん線以上のね、線以外のところも取れてるんだけど、大体これぐらいでね、切り取ることになりますよっていうのが、できるね、ようになっております。これ非常に便利ですね。で、このアスペクトマーカー以外にもセーフティーゾーンっていうものもあったりします。画面の 90% がここの中とか、逆に 80% がこの中とかね、セーフティーゾーンっていうものをね、表示することもできますと。で、これは何かっていうと、例えばですね、テロップとかをだいたいこの中に入れておきたいとか、これ以上ね、画面の外に出ないようにしておきたいとか、そういった批評の時に使われたりしますね。テレビとか、放送系とかってどこでね、見られたりするかわからなかったりするので、大体この中に収めておきましょうみたいなね、指標になったりするといったところにはなってきますね。で、あとはね、このガイドフレームですね。これがね、ほぼグリッドラインっぽくて、こんな感じで、3分割表示がね、このガイドマーカーでもね、出せたりするので、ガイドフレームか。でも出せたりするので、僕はこっちのね、全然いいんじゃないかなというふうには思っておりますと。というわけで続いてはね、露出の項目でいきたいというふうに思うんですけれども、まずですね、ISO とかここでね、いじることもできたりとか、ISO 感度の範囲とかを決めることもできます。オートにしてるときとかに、これ以上ね、上げたくないですよという指標があれば、そこのね、中に留めておくとか、いったことも一応ね、できるようにはなっておりますと。で、このオートマニュアル切り替え設定に関しても、これがですね、さっき言っていた、このね、例えばここだったらアイリスのこのね、オートっていうものを、ここのボタンを別に押さなくても、ここでね、ちゃんとね、アクセスをして切り替えるといったこともできるようになっていますと。で、このね、速攻モードとかもね、いろいろと変えることができるんですけれども、この画面の露出をどういう風に認識するかっていうものを決めることができますと。マルチに選択するか、中央重点で、これをね、速攻させるのかとか、スポットにするのかとか、画面全体の平均なのか、あるいはハイライトをメインにするのかとか、こう露出をオートでやるという方は、どこでね、こう、決めていくかっていうのを、選ぶことも重要にはなってきます。ただ、一旦マルチでいいかなというふうには僕は思っています。マルチであれば、このね、顔優先とかができますので、マルチにしておいて顔優先にすることによって、基本的に顔をね、ちゃんとこう自分の思い通りにしてくれるといった形になりますので、オートで撮る方はこの辺がね、ちょっと大事にはなってきますね。で、次、ホワイトバランスに関してなんですけど、このようにホワイトバランスというのは様々選ぶことができますと。で、このオートにすれば、一番ね、手軽にホワイトバランスを設定できるのですが、ホワイトバランスというのはそもそも、色温度とか、色のね、白のね、傾きをどのようにするかなんですよね。ちょうどね、今白の背景がね、奥にあるんですけれども、このね、ホワイトバランスをオートにすると、よりね、白を白に認識してくれますと。で、逆にこれがね、シーンによって太陽光なのかとか、日陰のね、ホワイトバランスなのかとか、雨天時はこれにしてくださいよとかってね、結構いろいろとあるんですよね。っていうのも、やっぱりこう、太陽によってとか、時間帯によってとか、季節によってとか、光のね、色の種類っていうのが変わってくるんですよね。そういった中で、ホワイトをきれいにホワイトで保つっていうためのものになっているんですよ。なので、オートで撮っておけば、一旦ね、こう、白をきれいに認識はしてくれます。すごく優秀です。で、もちろんこのね、色の温度っていうものを、こう、自由自在にケルビン数って呼ばれるね、もので、こう、設定をしていくことができるんですよね。僕は結構日中とかであれば5600とか5500で撮ってるし、このスタジオに関してはちょっとね、白をね、ちょっと青っぽくしたいので4700ケルビンにしていたりとか、こんな感じでこう演出をね、一環としてもできるし、
このマニュアルのね、ホワイトバランス、この K というものが自分でセッティングできるマニュアルのホワイトバランスになるんですけど、ここからさらに右側に行くと、こんな感じでカラーフィルターを入れていくことができるんですよ。例えばこれを青に振っていくと、ちょっと青っぽくね、もう色をね、あらかじめ入れていくことができたりするんですよね。こんな感じで。っていうこともできたりしますので、もし何かね、ちょっとこう、もともとね、その現場が、ちょっとなんかパープルがね、マゼンタっぽく被ってるなって思えば、そこのね、反対色のこのね、緑側で若干打ち消してあげるとかね、そういったことができたりしますので、やっぱりね、こう照明っていうものがね、こう毎回毎回作れるような環境下でない場合は、ちょっとね、その被ってしまっている色をね、反対色に消してあげるとか、あるいは逆にちょっとね、あえてね、こういった色を入れてあげるとか、なんかそういったことも調節できるっていうのがこのね、ホワイトバランスになっています。そしてこのね、ホワイトバランスをオートにしている時のどこを優先するかみたいなところの設定ができたりするんですけど、これが標準とか、雰囲気優先なのか、ホワイトを優先させるかとかも選べたりはしますと。そしてですね、このショックレスホワイトバランスというものがありまして、これがですね、高速になっていると、例えばこのね、ホワイトバランスをここ2番から変えれるんですけど、例えばこの太陽光から日陰に変えた時にパッパッパッパって色が変わっていってますよね。このホワイトバランスが違うってなってカメラがね、変えていく瞬間のその速度っていうものをね、変えることができるんですよ。この低速にしておくと、太陽光から日陰、雨天っていう感じで、じんわりと変わっていくんですよね。電球のホワイトバランスとか、雨天、ゆっくり変わってますよね。このショックレスホワイトバランスが霧とか速いになっていると、これが、この感じでね、もう一瞬で変わっていくんですよね。これはオートの時にもなるので、オートでね、使うっていうような方は、これをね、こう低速にしてあげると、じんわりと変わっていったりするので、僕は基本的にホワイトバランスっていうのは、基本オートでは取りません。動画の場合はね。やっぱりですね、動画っていうのは、こう色のね、ホワイトバランスが変わってしまうと、こうカラーグレーディングの時にも影響されてしまうので、僕は基本的にはね、オートで撮ることはないんだけど、もしオートで撮るときは、この辺までね、覚えておくといいんじゃないかなというふうには思います。で、ラット選択ができたりとか、ゼブラ表示とかできたりしますね。このゼブラっていうのはここでね、出すことができるんですけど、例えばこのようにですね、明るい部分がね、ここ明るいですよっていうのがね、表示してくれる指標というものがゼブラでね、出したりすることができますね。で、このゼブラの、これゼブラレベルっていうものをね、選ぶこともできるので、どのノードでね、ゼブラをね、表示させたいかっていうのも一応ね、決めることができるようになっていますと。もちろんゼブラでね、明るさを判断するのもいいんだけど、僕はですね、ここのディスプレイで、ソニーのカメラっていうのはこんな感じでね、いろんなこうディスプレイっていう表示をね、変えていくことができるんですが、このディスプレイボタンを押すとですね、こんな感じでヒストグラムっていうのが出てきます。これがですね、例えば、このように明るい露出の時って、こっちがすごい右に極端に振られるんですよね。これはもう完全に明るすぎるといった指標になってきます。なので、できるだけこのね、明るさのこのヒストグラムの値がですね、できる限り中央に来るように、これぐらいに取っておくと割といいかなというふうに思いますし、これでもゼブラはね、やっぱり表示されるとは思うんですけれども、こっちの方が、ある程度明るくても結局編集で返ってきますので、僕はこっちをね、指標にしていくことが多いかなと思います。で、ここの MM のプラスとか書いてるんですけど、これが全体のこの露出の明るさっていうものを示しておりまして、例えばこれが明るいとプラス 2.0 ですよと、明るいですよって今出てますね。で、逆にプラスマイナス0とかになると、もうめちゃめちゃ普通ですよと。これが一旦平均ぐらいですね、みたいな感じで、逆にこれがもっと狭くなると、マイナス 2.0 とかになると、めっちゃ暗いですよって感じ。で、シエストグラムもこっち振っていってますよね。左側に行けばすごく暗いですよというような感じになるので、明るさがどの程度でいいのかっていうのが、わからない方は、このヒストグラムを見たりとか、この露出系のね、ここを見てあげると、今だいたいこれぐらいの明るさですよっていうのが、わかる仕様という風になっております。はい。で、続いてフォーカスですね。このフォーカスに関してはですね、もうめちゃくちゃね、やっぱこの動画で分かりやすく解説してるので、よかったらこれ本当に見てみてください。これですごく役に立つかと思います。このトランジション速度とか乗り移り感度すごく大事なんで、これはね、見てもらえたらと思います。で、このね、オートフォーカスアシストっていうのが多分デフォルトだと気になってるんですけど、これ結構入りにしておくと便利で、例えばオートフォーカスのね、今駆動してるんですけれども、オートフォーカスを発動させていてでも、ピントリングを回せば自分でね、このピントをね、変えていくことができますと。で、また反押しをすればオートフォーカスに戻るみたいな感じなので、結構ね、これは
使いやすいので、AF アシストはオンにしておくといいかなと思います。で、このね、フォーカスエリアとかも、どこのね、範囲内でフォーカスをね、駆動させるかとか、フォーカスのね、このエリアの枠の色とかもね、決めたりすることができるようになっていますね。で、このフォーカス位置の循環とかは、例えばですね、このフォーカスエリアが、このようにですね、はい、この範囲がありますよね。これが、この右、左、これ以上いかないみたいな感じになってるんですけど、この循環にしておくと、これが1周以上するんですよね。なので、こっからこっちにアクセスしたいときに、こう行けば行っちゃえるみたいな感じになったりするので、これも使い勝手によって変えていってください。で、AF 枠の移動量とかも、このね、はい、進み具合ですね。この感じなのか、これがより行くのかみたいな形の違いになってきますと。で、FG の顔瞳優先っていうのがあるんですけど、本当に人を撮るとか、瞳を優先させるときはもうこれ絶対入りにしておきましょう。で、検出対象人物なのか動物なのか、僕はね、ファンクションでね、ここを変えるようにしていますね。はい、僕は人物にしていますと。で、面白いことに右目とか左目とか、一応ね、選ぶこともできます。で、オートもね、できるので、写真を撮るときに、もう完全にね、角度がこっちだよっていうのが決まってるのであれば、左目に設定をしておくとか、そういった風にね、してあげるといいかなと思います。で、顔瞳枠表示っていうものを入りにしておくと、実際にね、ここの中に人が入ってきたときに、こんな感じで、瞳がね、実際に映ると、追従してくれてるっていうのが一発でわかるような、このね、枠の表示っていうのもすることができるという風なものになっております。で、一応ね、顔とかを登録して、これでね、優先させるといったことも一応できるようにはなっております。で、ピント拡大とかもね、いろいろとあったりはするんですけれども、こんな感じでですね、はい、拡大させる範囲とか、あとは、拡大時間とかね、何秒間拡大しますよとか、拡大の初期倍率とかね、基本的に今皆さん多分5番に割り当てられてると思うんですけど、この5番を押すことによってこう拡大するものを2回押せば多分ね、初期状態だと拡大されるんですけど、これを4倍にしとくと5番を1回押すだけで拡大がされるみたいな、ちょっと僕はもう変えちゃってるんで違うんですけど、そういったこともできるようになっておりますと。で、次、ピーキング表示ですね。ピーキングっていうのはここのね、はい、ここにも割り当てられてるんですけど、これを入りにしてあげると、ピントが合ってるところに色が乗ります。こんな感じで。なので、ピントが合っている部分だけ色がね、カラーが乗るようになっていくんですよね。それをね、ピーキングと言うんですけど、このピーキングレベルを低くすると、本当に合ってるところだけに合うといった形。だから、ピーキングレベルが低い状態で合ってるところはマジでそこに合ってるというのが精度が高くなります。で、逆に、こう高いになってると、結構ね、全体的に合っちゃうので、なので、この辺はあんま高すぎないっていうのも大事かなと思います。で、ピーキングの色もいろいろと変えることができますので、青とかね、いろいろと自分好みにしてあげてください。環境とか、撮るものによって変えてあげるといいと思います。で、続いて再生ですね。ここの再生のところなんですけど、メディア選択もいろいろとありますし、で、このプロテクトとかレーティングとかいろいろとあるんですけど、このプロテクトは画像をね、選択してあげれば、はい。これ実行してあげるとですね、これはですね、もうわかるかな、このプレビューでプロテクトしたものはね、もう消せなくなるんですよね。はい。なので、ちょっと複数選択でね、消したいときとか、もう本当にこれは大事だよっていうものは、この、プロテクトしておくと守ることができます。ただこれはね、フォーマットにはね、効かないので、フォーマットするとね、これはさすがに死んじゃうので、一応こういったこともできると。で、レーティングで例えばこの写真があったときに、この星のね、数とかをね、はい、決めたりすることもできますと。で、その中からレーティングで絞ったりとか、そういったこともね、一応ね、できたりしますね。で、削除とかに関しても結構いろいろとあって、2回押せば、ポチポチっと押せば、もう消えてしまうみたいな感じとかあったりするので、これ結構気をつけといた方がいいんですけど、またはね、確認画面で、ゴミ箱ボタンを押したときにキャンセルが先なのか、もう消せますっていうのが先なのかとかも選べるようになっています。で、あとはね、画像の回転させたりとか、JPEG 比切り替えとか、結構ね、いろいろとあったりしますね。はい。で、続いてがネットワーク系ですね。この辺はね、ちょっとね、いろんなものを使ってやるときにね、便利になるんですけど、スマホとの接続とかはこの辺からできて、このクリエイターズアップっていうのがね、この動画でも解説してるんですけど、これで遠隔の操作ができたりとか、携帯にね、ダイレクトで入れていくことができたりとかね、結構そういったことの設定ができたりとかしますね。で、大事なものとしては、この辺とか、Bluetooth 系の接続とかもこの辺からすることができますし、アプリの接続とか、PC との接続とか、ペアリング等々とかね、モニターに外部出力したいときとかは、この辺からね、ペアリングをしてあげるといいかなというふうに思います。
で、次、セットアップですね。この辺も結構重要になってくるんですけど、もしね、バグってる方はね、この辺からちゃんとね、設定をしてあげてください。で、セットアップといえば、やっぱこの操作のカスタマイズとかですね、この辺もね、かなり色々とできるようになっています。で、写真と動画両方ともできるんですけど、僕はね、この動画で結構色々とやっていますね。ここのさっき言ってた背面のここの1番ですね。この5番に僕はベース ISO 切り替えにしています。なので、シネ AI にした時に、800と12800もここで押すだけで変えれるようにしていたりとか、またはここですね。ここ、ラット表示切り替えをね、割り当てているので、こんな感じで、今ね、これ、プレビューのね、ラット当たってますけど、これをオフにすることが一発でできたりとかね。はい、こんな感じですぐできるようになっていたりとか、あとはこの中ですね、ここにマイメニューのね、表示をすることもできるようにしています。こんな感じ。はい。で、これで、マイメニューにね、すぐアクセスできるようにしています。このマイメニューっていうのは、普段ね、使うような、よく使うようなものを一瞬でね、ここにアクセスするようにできるといったところになってくるんですけど、このマイメニューに行けばよく使う項目をですね、例えばこんな感じで追加をしていくことによって、例えば、ホワイトバランスとかをね、設定しておくというふうにすると、このマイメニューに行ってあげれば、ほんなら、はい、ホワイトバランスがここにあるので、すぐっていうかね、自分がよく使うものをね、ここのマイメニューに入れておくことができますと。で、このマイメニューをとにかく早くいけるために捨てるために、僕はここにね、マイメニューを設定しているといった形ですね。これ結構ほんまにおすすめかな。僕はちょっとゼブラはね、あんま使わないので、ここは変えようかなというふうに思ってるんですけども、ちょっとね、もう表示がゼブラなんで、このままでもいいかなというふうに思ったりしますね。で、あとね、この上面とかにもね、割り当てることができたりしますし、ここのボタンはね、レックとか、で、あとはですね、ここのね、前面ですね、ここ側にもね、ボタンがあるじゃないですか。ここも実際にここを押すことによって動画の撮影ができるといった形で止めることもできたりとか、ここでね、一応レックができたりするので、後ろ側にね、撮影者がいなくて、前から撮るとか、YouTube とかもね、そうなんですけど、そういった時はここを押しちゃうことも、よくね、あったりはしますね。で、他にもですね、ここのファンクションですね、ここも、言ったここですよね。これもですね、写真と動画両方割り当てれますと。写真のファンクションだったらこっち、動画のファンクションだったらこっちといった形で、動画だったらね、マイクがあったりとかもしますし、本当にね、いろいろといじれるんですよ。で、このソニーのね、ファンクションメニューのね、構成は結構素晴らしいです。本当にね、もうこれだけあれば全然いいかなって感じなので、僕はね、全然特にいじってはないですね。なので、もし皆さんがね、いじりたいものがあれば、これを変えたいなと思うものがあれば、こんな感じでね、記録メディア設定にしてあげるとか、ちょっとダブっちゃったけどね、こんな感じで、やってあげるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。こんな感じでマーカー表示にしてあげれば、入り、切りとかがね、一緒にできるといった形ですね。で、静止画動画の独立設定、これもね、結構いいんですけど、これ全部ね、OK にしてあげると、このですね、動画のモードから静止画っていうのを完全に切り分けることができるんですよね。これだったら静止画の設定ですよね。で、これを動画に変えたときに、もう動画は動画に変えてくるんですよ。なので、これがね、ソニーのカメラのすごくいいところで、動画と写真のね、モードを切り替えた時に引き継がれちゃったりするんですよね。色とかピクチャープロファイルとかそういったものが引き継がれがちなんですけど、それを食い止めるというか、独立したまま制御できるという風な結構便利な機能になってますので、これはね、絶対にオンにしておきましょう。で、あとはですね、タッチ操作ですね。もうこれはね、もう絶対入りにしておいてください。これですね、タッチをするときにですね、ここでタッチのね、操作のね、はい、それぞれを選ぶことができるんですけど、例えばこれにするとトラッキングができるんですよ。こんな感じで何か対象のものを置いたときに、例えばね、これカメラの位置がね、向きが変わったとしても、そのね、ものをね、追いかけてくれるんですよね、これによって。とかもできるし、あとは、オフにしてね、操作できないとか、あとは1回のね、スポットにしたりとかね、フォーカスにしたりとか、もうこれに合わせてください、こっちに合わせてくださいとか、あるいはもうトラッキングとかにね、することができたりするので、これはね、もうめちゃめちゃ便利なので、タッチ操作は絶対入りにしておくといいかなというふうに思います。必要ないときはこれをね、切っておければいいので、これで効かないので、本当にね、このトラッキングがね、すごく優秀なので、人じゃないね、ものとか、こういった植物にもね、認識しますので、こんな感じでできますので、これは本当に便利ですね。で、タッチ感度のね、調整ができたりとか、また上下方向にスワイプ。これはね、ファンクションをね、こんな感じで出すことができると。これのオンオフができたりとかもしますし、あとはモニターの明るさですね。これ結構ね、いろいろとできます。屋外晴天とかにすると、もう本当にめちゃめちゃ明るくなるし、僕は結構これにしてるんですけど、今はね、ちょっとこっちの撮影をしてるのでやってないんですけど、このね、明るさ、モニター自体の輝度とかもね、調節ができますと。で、表示画質とかも高画質にしておくといいと思います。このモニターのね、画質が変わってきますので、これ絶対高画質の方がいいですね。その分多分バッテリーのね、消費は早いかなとは思います。
で、モニターの反転表示とかも一応できますので、バリアングルモニターなので、こう変えた時とかにできるようにね、しておくといった形がいいかなと思います。で、あとはですね、デスクイズ表示とかもあって、これはアナモルフィックレンズと呼ばれるね、ものを使ったりするときに、すごく凝縮されてしまうようなときに、これでね、デスクイズで、プレビュー的に戻してあげるといったこともできたりしますし、あとはこの8番の自動電源オフ温度ですね。これが標準だと、熱が熱くなると電源が切れちゃうんですよね。なので、どんだけね、本体が熱くなったとしても切らないようにさせるためには、これをね、高いにさせる必要がありますので、これは絶対ね、高い方がいいと思います。じゃないと結構止まっちゃいますね。で、あとは音量設定とか電子音とか、これをね、切ると、このレックの音とかもね、鳴らなくなったりしますので、もしね、これがうるさいよっていう方は切っておくといいかなというふうに思います。あとは、電子シャッター音とか、セルフタイマーとかね、そういった電子音もここでカットができますと。で、あとはですね、USB に接続した時に、接続モードで、ここのね、USB-C から、ファイル、メディアとかにアクセスしたい場合は、これをね、マスストレージにしておけば、そのままですね、SD カードにアクセスができたりとか、そういったことも一応できるようにはなっております。で、USB 給電も入りにしておくと、USB-C でね、充電しながら撮影ができたりとかいう風になっていますね。で、あとは外部出力系ですね。この情報表示とかにしておくと、これはですね、HDMI でね、ここにつなげて出力をする際にね、大事になってくるんですけど、出力設定でね、いろいろと解像度とか、ローの出力、Apple のプロレスローとかね、そういったものを出力したいときは、これを入りにしてあげる必要があったりするし、この HDMI 情報表示ですね。要は外部モニターにこの画面を出したいかどうかとか、じゃなくてもう出ているね、映像だけを出したいときはこれをなしにしたらいいんですけど、ここのメニュー画面自体を出したいときはこれをね、ありにしてあげてください。なら HDMI の、出力先のモニターにもそのね、この画面が出るようになりますね。で、あとはですね、ビデオライトモードとか、実はね、ソニーさん、ビデオライトがね、デジタル集からね、つくようなものがあったりするんですけど、そのね、連動を選べたりとか、録画ランプ、これはタリーランプですね。そういったものも消すことも一応できたりしますと。で、あとはファン制御とか、ピクセルマッピングとか、クリーニング系とかね、あとはシリアル番号の表示とか、そういったものが一応ね、最後できるようになっております。はい。っていう感じかな。こういった形で、メニュー画面っていうのはこの縦軸をもとにいろんなものがね、項目としてありますので、こういったものを使ってあげると、すごくね、撮影が割とね、解像度も上がって、よりやりやすくなるんじゃないかなというふうには思います。で、あとはですね、写真に関してもね、結構一緒なんですよ。もう、ここの縦軸からいろいろと選ぶことができますと。写真とかであればね、この記録ファイル方式を RAW だけにするかとか、JPEG だけにするかとか、いろいろ選べるんですけど、僕は JPEG と RAW 両方ともの収録がおすすめかなと思っていますと。で、アスペクト比とかも3対2が一番ね、ベーシックなやつで、写真でも16対9にはできますと。で、16対9で撮っていたとしても、ローで撮っておけば3対2のまま撮れていますといった形になるので、1対1でも撮れるし、16対9でも撮れると。ローであればね、JPEG のデータに関してはもうこのね、16対9で撮れば16対9のままで出てくるといった形になってきますね。写真もね、こんな感じで縦軸を元に選ぶことができます。で、写真を楽しむ場合は、このね、ファンクションからクリエイティブルックをね、楽しむこともできますと。このね、クリエイティブロックを使ってあげれば、僕はね、この FL とかを使うことが多いんですけど、スタンダードだとね、こんな感じの色なんですけど、ちょっとこう感触気味でフィルムっぽくなるっていうかね。で、ここの右側に行けば、このコントラストのね、調整ができたりとか、濃くすることもできるし、淡くすることもできるし、ハイライトを抑え気味で、シャドウを上げてあげて、フェードは良くないかな。個人的に。で、サイドを足したりとか、下げたりとかね。はい。結構ね、カスタマイズができるんですよね。明瞭度もね、上げたりとかね。はい。で、こんな感じで、クリエイティブルック、結構ソニーさんのね、クリエイティブルック、割といい色が多いので、モノクロとかもあったりしますからね。こういったものをカスタマイズしたりとか、楽しんでいくことができると。結構ね、これは割と楽しくておすすめかなというふうには思っております。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回の動画はかなり長くて、なかなかのボリュームだったと思うんですけれども、カメラというのはこのようにね、もう本当にいろんなことができるし、いろんな機能を知っておくことによって、撮影時の手助けであったりとか、
自分がね、やりたい表現っていうのができるようなね、ものになってくるんじゃないかなっていうふうに思っています。僕は普段からね、富士フィルムとかルミックスとかブラックマジックとかいろんなこうカメラのね、製品を使っているんだけど、その中でもやっぱりこうソニーのね、カメラっていうのは本当にいろんなことができるし、よりね、こう精度が良かったりするので、ぜひね、今回のね、動画が役に立ったら、この動画自体をね、また乗り換えた時とか、3から3時に行った時とかも同じように設定できるように、ぜひね、いいねとか、グッドボタンとかチャンネル登録なんでもいいんで、保存していただければなというふうに思っております。そして最後にちょっとした宣伝になるんですけど、最近僕、パワーグレードというものを開発をしました。これは僕が普段からよくやっているね、いろんな色表現っていうものを簡単にね、真似することができるものになっていて、これパックになってるんですね。一つはエステティックカラーと呼ばれるもので、こっちはカメラ本来の美しいカラーを引き出しつつ、自分でね、ナチュラルにね、美しくね、こう綺麗な色に仕上げていくというね、そんな意味を込めたエステティックカラーと呼ばれるものをね、使うことができるようになっています。で、もう一つはフィルムエミュレーション。これはフィルムをね、模倣する、本当にその名前の通り、フィルムっぽいようなね、こう映像を編集できるような、色表現をできるようなものが簡単にね、できるようにしているね、このパワーグレードをね、この2つをパックにしたものを絶賛販売しております。で、このパワーグレードの中にね、僕のラットもね、オリジナルラットを含めておりますので、そういったものも扱うことができるようになっていますし、僕が普段やっているノード設計とか、まさに今ね、このスタジオでね、収録しているカラーも、このね、エステティックカラーっていうものを使って、もともとはこんなね、レック709の色なんだけど、僕のね、エステティックカラーのね、ものを使って、このブルートーンのね、ラットを当ててあげると、こんな感じでね、すごくね、綺麗なものになりますので、ぜひですね、こう、ソニーのね、カメラを使っている方で、一応ね、S-Log3 にね、最適化しているね、ものになってるんで、もちろんね、他のルミックスとか富士フィルムとか、いろんなこう、メーカーのカメラでも使えるんですけど、一番ね、S-Log3 向けにね、もう作っちゃっているので、よかったらですね、こちらね、興味ある方はぜひチェックしていただいたら、すごくいい色表現がね、できるんじゃないかなと、これはね、本当に約束できるかなと思います。というわけで皆さん、今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がね、役に立ってよ、よかったよという方は、ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録をしていただければすごく嬉しいなと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。